ホンダ新型アコードへ生意気ですが提言させてください。ここがあかんかったら10個のポイントということで、発売早々もう不満多数ですよ。本当にもう何回これやってんだろうって、もうあの装備がないたびに毎回不満多数で始めてることでおなじみのうちのチャンネルですが、やっていきたいと思います。じゃあまず不満1つ目ですが、ダメだったポイント1つ目ですが、幅が 1860mm、クラウンクロスオーバーでは1840mm ということで、マンションの立体パレットに収まらないサイズになってしまってると。これ良くない。やっぱね、維持管理大変なんですよ。特にこの時期って花粉が多いんですよね。東京っていう街に住んでると特にですけど、そんな中でやっぱマンションのパレットに押し込めれば、マンション住んでる人だったら地下に入れれるわけですよ。だからマンションのパレットの中だから当然ずっとね、夜中とかに花粉がつくことはないと、家にいる限りね。野ざらしで置かざるを得ない理由があったら別ですけどねってことで、この辺の不満はちょっとあるかなというポイント。マツダ6もうなくなっちゃいますけど、マツダのねアテンザとかもマンションの立体パレットに収まるサイズ感になってますしね。WRX-S4 は確か入らないけど、あれは毛色違うしスポーツセダンっていうところで、どっちかっていうとシビックのタイプ R がライバルになると思うんで、あれはちょっと除外しますけど、とはいえ入らないのは残念。やっぱ都内とか駐車場狭いんで、てかね、どこ行っても道は狭いんですよ。東京だろうが田舎だろうがね。田舎は車が少なくて道が狭くて、東京は場所がなくて道が狭いっていう、もう福岡とかもねの田舎の方とかも結構行ってる人間がね言ってるんだから、どこ行っても道が狭いっていうのは説得力あると思うんでね。もうちょっとそこ細く、あと 20mm 細かったらよかったなっていうポイント。セダンなんでね、車高は155センチ以下なんでね、マンションの立体パレットには車高的には OK なんだけど、全幅が NG というところ。これはもう残念と。ちなみに全長もクラウンクロスオーバーより 35mm 長いんですよね。アルファードと多分そんな変わんないんじゃないかなっていう感じですよね。アルファードが確か4995とかなんで、ほぼ同じぐらい。レクサス RX よりも長いかな。RX4.9 メーターぐらいだった気がする。だから CX8 よりもでかいわけですよ。全長全幅だけで言ったら。CX60 よりも長いかな。60多分 4.8 メーターぐらい、4740とかで、幅がね、1895とかめちゃくちゃでかいっていう不満はあったけど、長さはそうでもなかったんでね。60よりも長いっていう感じですね。じゃあ、あかんかったポイント、不満2つ目ですが、Google のナビですね。これはちょっと僕は否定派ですね。Google マップ信用してないんで、僕、そもそも表示がね、見づらかったりとかするんですよ。交差点の拡大表示が出なくて何回か道迷ったりとかしたし、Google マップで。で、なんか細い道通されて、一回痛い目にあったって言うと盛りすぎかもしれない。多分、アルファードとかだったら、それこそ今回のアコードみたいな、でかい車だったら、やばかったけど、当時ね、そのおばの車がデミオだったんで、当時乗ってた車がね、今軽自動車乗り換えちゃいましたけど、デミオだったから安心して、狭い道行けたけど、今はもう無理と。アルファードとかアコードだったらもうダメなやつですよ。もう。ほんとね、Google のナビはね、いろいろ海外でなんか、通れない、なんか崩れする寸前の橋とか通されて、崩れちゃって、なんか人が亡くなって、訴訟問題とか発展してますからね。ボルボとかでもね、Google のナビになって逆に見づらくなったっていう人もいるし、高速のね、横浜町田インターまで何キロ何分みたいなパネル表示ね、広北、海老名サービス、綾瀬スマートが今、横浜町田何キロ何分、綾瀬スマートインター何キロ何分、海老名何キロ何分みたいなあるじゃないですか。海老名のサービスエリアまで出るみたいな高速のパネル表示ですよ。あれが出なくなっちゃってるというところで、ボルボではね、多分ホンダも出ないんじゃないかな。この普通のナビ使えんのかな、ちょっとこの辺はまだ分かってないんで、ホンダコネクト今回 Google マップが使えるけど、それ以外はナビは、Google マップだよな、どう考えても。他の今までのギャザズナビは使えないってことなんでしょうね。だから結局 GPS ずれるけど、前のギャザズの方が良かったってオチになりそう。これは申し訳ないけど Google マップはやめていただきたい。あんま信用してないんで僕はGoogle マップ。
じゃあダメなポイント3つ目ですが、トリプルゾーンのエアコンは非採用と、クラウンクロスオーバー RS アドバンストのねリアサポートパッケージにはあるんでね、メーカーオプション設定されてますから、クラウンクロスオーバーでは。もっと言うとね、エクストレイルとかアウトランダーにもあるし、言うたらフォルクスワーゲンのゴルフにもありますよね。このトリプルゾーンのエアコンはね、高級セダンとしてはやっぱあった方が良かったんじゃないかな。で、さっきのナビ、だからボルボもさ、高速のパネル出なくなったでしょ。で、BMW のアイドライブ8も出ないんですよ。で、あともう一個言うと、フォルクスワーゲンのディスカバープロ改め、ボロクソワーゲンのディスカバークソね、ワンソクさんに散々言われてたゴルフ8のディスカバークソですけど、あれもナビポンコツだったり、パネル表示が出ないとかあるんでね。いろいろこの辺の輸入車のナビ問題とね、同じようなのが国産で出ちゃったっていうのは個人的には悲しい。で、そのゴルフにはトリプルゾーンエアコンはついてると。ここはフォルクスワーゲンのゴルフと言っていいと思う。ナビに関してはもうボロクスワーゲンのゴルフだけど、装備はね、フォルクスワーゲンのゴルフ、実はトリプルエアコンとかついててね、いいなと思いましたもんね。鉱石はね、なんか別で温度決めれるってやつね。じゃあダメポイント4つ目ですが、最小回転半径が大きいと。クラウンクロスオーバーチートだけど、マツダ6セダンですら 5.6 なんで、一番これ小回り効かない 5.7。カムリとかはちょっと覚えてないんであれですけど、もうカムリもディスコになりましたからね。じゃあダメポイント5つ目ですが、メーターが若干小さいと。こっち 10.5 インチとかで、日産とかスバルとかは 12.3 インチありますということで。あと、ここの背景地図にしなくていいんだよなーっていうのはある。真ん中だけでいいんですよ、地図は。で、あとはなんかゲージとかデジタルメーターとして速度計とか出ればいいのになって、この2眼はね、地図表示の時にはいらないっちゃいらない。あとは日産みたいにここはだけ地図表示にして、ここは背景普通に入れた方が普通に見やすいんで、ちょっとこの見づらさは感じちゃうかなっていうポイント。じゃあダメポイント6つ目ですが、デジタルインナーミラーの設定がないということで、ホンダはね、オデッセイとかステップワゴンとかミニバンですらこれないですからね。クラウンクロスオーバーとかプリウスではドラレコ機能付きまでついてるというところと、あと日産三菱ではね、デリカミニとかああいう軽自動車っていう車でもついてるわけですよ。デリカミニ標準ですからね。しかもそうなんでないんだろうっていう、高級車にないんだっていうホンダはね、その辺なんだっけな、ステップワゴンとかベゼルにはアドバンストルームミラーっていうディーラーオプションでは一応あるんですよ。ただあれってカメラが結構邪魔くさかったりとか、ミラーを付け替えたりとかしなきゃいけないかなんかだったから、標準で付いてるミラーをどうするの問題処分しなきゃいけないとか、いろいろめんどくさいんで、エコの観点で言ってもこの最初からね、標準でデジタルインナーミラーメーカー装着で付けれた方が良かったなっていうのは個人的に思うポイントですね。じゃあ不満7つ目ですが、タンカラーの内装がないということで、黒なんで夏場はチアチ仕様という悲しいね。タンカラーの内装があればね、まだ夏に熱がこもって大変みたいなことないですからね。それと同時に僕がね、ボディカラーを白選ぶ理由っていうのも、夏場だと黒いボディカラーって熱を吸収しちゃって、日産のディーラーさんに置いてあるエクストレイルとセレンダーがまさに黒とか、エクストレイルはなんか深い青でもうほぼ黒みたいな、アティテュードブラックマイカの青みを増したやつみたいな、トヨタ好きな人に言って分かりやすく言うとだったんで、夏に日産行って試乗車のドア開けようとした瞬間にエクストレイルとセレンダーでやけど仕掛けるっていうもうことまであったわけよ。だからもう俺は絶対黒買わん、白しか買わんみたいなことを言い出して、一部ね青とか買ってもいいかなって思うけど、なんかもういろいろ考えて、いや白の方がやっぱ維持も楽だし、夏は暑くないしリセールいいしで一番白がいいっていうのと同じように、汚れがねギリギリタンカラーだったら目立ちにくいと、白だとねちょっと目立っちゃうんで嫌だなって思うんですけど、白か黒かだったら黒だけど、黒かタンカだったらタンカラーがいいっていう。で夏場暑くないし汚れも目立ちにくいっていうところで、タンカラーが一番理想的かなっていう。で見栄えもいいしね。クラウンクロスオーバーただないけどね。ただクラウンクロスオーバーの Z が出たらタンカラーとか明るい内装とか増えそうですけどね。そう今 RS アドバンストしかないんでね、そういう上位装備が付けれるグレードっていうのが、これがだから 2.5 リッターハイブリッドの RS アドバンZ っていうのが出そうですけどね。クラウンクロスオーバーとかスポーツには Z ありますから、ハイブリッド Z 出てほしいというところで残念ポイント7つ目はタンカラーの内装がなかったと。これはオデッセイでも言えるんだけどね。
ホンダの車ね、なんか内装色黒ばっかでつまんない。じゃあ、不満点9個目ですが、電動テレスコチルト非採用ということで、高級車3種の神器のうち1つ非採用ということで、まあ、ハリアーとか、CX60 とか、アリアとか、あの辺ではついてます。まあ、クラウンももちろんついてると。スバルのね、アウトバックはないけど、まあ、アウトバックは車両本体価格が500万以下なんで、まあ、なくてもいいかなって思うんですけど、電動テレスコチルトがあることによって、パワーイージーアクセスね、降りるときにシートが下がって降りやすいポジションになってくれる機能。で、乗ってエンジンかけるとシートがグーって前に出てドライポジに行くってやつがあるんだけど、それの、要は、電動テレスコチルトがあることによって、ステアリングまで一緒に降りやすいポジションに動いてくれて、エンジンかけるとメモリしたポジションに来てくれるっていうのが、だから僕はパワーシート、電動テレスコチルトは欲しいって言ってるんですけど、まあこれは非採用と。まあフラッグシップ500万超えてますからね、本体価格だけで。そう、まあオデッセイでもなかったからね、まあこれは、まあフラッグシップっていう名を語るなら欲しかった。じゃあ、ダメポイント。これ9個目って書いてるけど、これが9個目です。さっきの8個目です。ごめんなさい、間違えた。これ9個目ですが、ステアリングヒーターの設定がまさかのない。海外仕様にはあるし、フィットにもあるんですよ、これ。フィットのリュクスっていう上位グレードですけど、つけれると。言うたら、スペーシアとかデリカミニ、マイナーチェンジモデルのデイズにもあると。ノモってこれにもですね。軽自動車にもついてる。なのにないと。まあ、ステッパーゴンとかオデッセイにもないんですけど、だから、軽自動車以下の高級車って言った方がいいと思う。もう、これはステアリングヒーターないんだもん。最近スペーシアとか、デリカミニとかでも突き出してる装備が2023年の、まあ、24年の新型車として出る高級車としてはなかったというのは、個人的には悲しいというところ。まあ、ライバルのフラッグシップ、アウトバックにもありますし、アリアにも当然ついてる。静電検知とこれ、あれできなかったかもしんない説はあるけども、言うてクラウンとかプリウスとかボクシーとかルキシオンとかアリアとかアウトランダーとかアウトバックとか他のメーカーができてるのになんでできないんだい俺の筋肉というところなんですけど、まあこれはね正直残念ですね。だから高級車とかもそんなレベルじゃない。もうこれは軽自動車って言ってもいいかもしんないっていうぐらいちょっと装備はしょぼいなというところで、最後ダメポイント10個目。もう毎回言ってる。毎回なんか新型車が出て高級な車でこれがないっていうだけでもう不満多数にしてるってぐらい、僕からしたらめちゃくちゃ重要な装備。一方うちのチャンネルではアンチが多い装備ということで、まあもう言っちゃおう。シートベンチレーションがなかったと。これ海外仕様にはあるんだけど国内仕様にはないと。でこれ僕ツイートしたんですよ。ホンダの開発者の方に届きますようにっていう、このベンチレーションがつきますように、ベンチレーションがつきますように、ベンチレーションがつきますようにって、ワンソクさんが LBX の時にやったツイートをそのままもうパクってやったにもかかわらずつかなかったと。ちょっとホンダはマジで、いやメーカーというかさ、ポンコツでしょ。ほんとメーカーの人結構ポンコツなイメージあるよ。新型 NBOX のノーマルバージョンでなんか360度カメラアラウンドビューモニターがつけれないとか、ステッパーゴンのエアーでなんかシートヒーターがつけれないとか、 BSM がつかんとか、オットマンがつかないとか、 ALH がつかんとか、いろいろまあ何回もこれ商売ベタだって言ってマーケティング部門の人とか開発の方、その市場調査ちゃんと仕事してるって言いたくなっちゃうぐらいもう不満で、まあオデッセイもね同様に運転支援がしょぼかったとか言って、シートベンチレーションもなかったとか言って、まあ散々燃えましたけど、それでベンチレーションがないっていうたびになんか燃えてる説あるよね。なんかレイバックの時はそうでもなかったけど、なんかエクストレールとかオーラの動画で高望みすんなとか言われて、なんかね、これワンソクさんの動画でやったら多分ワンソクさんのチャンネルでこれを上げてたら共感してくれる人は多いかもしれない。レクサスとかマツダを見てる人が多いからね、好きな人が多いから。で言うたらライバルメーカー CX5 のスポーツアピアランスとかプリウスっていう、まあ比較的安価なモデル、ラブ4の GZ パッケージとかにもあんのにないという。クラウンやマツダ6も当然ついてる、なのにないということで、まあこれはちょっとねダメでしょうよと。だから
これ海外仕様のやつ装備そのまま右ハンドルにして入れればいいものをなんでできないのかなっていう、ね、ヤリスクロスでも同じこと言ったけど、ね、言ったような気がするけど、まあなぜですよ。もうなんてもう言いたくなる。もう藤井風ですよ。それはなんですよ。もういろいろもうわけわかんない、本当に。もうね、トヨタ優秀なのかホンダがポンコツなのかってとこよね。だからマツダとかの方が言うてメーカー側の対応はまだまともかもしれない。メーカーのその対応っていうか、そういう市場の意見を聞くっていうところは、だからプロダクトアウトにならずにね、マーケットインですよ。トヨタを真似るべきですよ、本当に。トヨタがやってることが正解なんだもん。ってことで、ご視聴ありがとうございました。